どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年9号、ワンピース最新話1038話、キッド&ロー VS ビッグマムを考察していきます。この1038話では、前回の謎の悪魔の実の名前は明かされませんが、考えることがてんこ盛りです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1038話のスタートは炎に包まれる鬼ヶ島3回、雷蔵 VS 福禄寿。相変わらず金縛りの術を掛け合い、両者動けず福禄寿にも火がついていますが、雷蔵の方は全身が完全に炎に包まれ耐え忍んでいます。これが1038話の話数の語呂合わせ一つ目、火の実役。火の実役でしょうか。忍者とは忍び耐えるもののことなんだよ。バイジライヤ。二人の戦いは火に耐え忍ぶ、まさに忍者バトル。ですが、火に包まれ耐えている雷蔵は、もしかすると本当は分身ではないでしょうか。雷蔵は光月おでんの釜茹での刑の時、熱気だけで焼け死にそうだと弱音を吐いていました。つまり光月家を実体のない亡霊だと馬鹿にした福禄寿が、実は実体のない雷蔵の分身と戦っている可能性です。それこそが天才忍者雷蔵の策略かもしれません。もしもそうであれば、次の1039話の話数の語呂合わせ予想一つ目は10作。10作です。10作とは策略や目論見のことですから、もしかすると1039話で忍者対決は決着しそうです。小田先生の傾向と対策は、イケメンキャラは面白く、女性っぽいキャラは男らしく描きますから、根性キャラっぽい雷蔵は頭脳派のイケメンかもしれません。このように考えれば、福禄寿は一人で火あぶりの刑になっていると考えられます。つまり光月おでんへの復讐が成し遂げられるのです。場面が変わって燃える鬼ヶ島2回、天井を見上げる侍たち、ミシミシと崩れ落ちる天井。それをジンベエが現れて受け止めて救出しました。これが1038話の話数の語呂合わせ2つ目、天運を見れば。天運を見ればでしょう。こちらは2週間前、語呂合わせのみ合致できました。この1038話では天井をビッグマムも見上げます。ここで侍たちはジンベエに戦いで死ぬならまだしも焼死者が大量に出てしまうと嘆いています。つまり侍たちのピンチです。ということは、やはり鬼ヶ島の大火事を消化するのは侍たちの兄弟分ズニーシャの噴火雨でしょう。場面は変わってライブフロア、ベビジジーチョッパーとミンク族の医療班。ここでチョッパーはようやく元の姿に戻りますが、ゾロに投与した薬の副作用が心配だと言います。その薬は超回復する代わりに倍のダメージを後から受け負うと言います。そして場面はゾロへ。キングを倒したゾロですが、体が動かず謎の死神に今にも殺されそうです。これが1038話の話数の語呂合わせ3つ目、デスハンター。デスハンター。いや、デッドリーハンター。デッドリーハンター、つまり死の狩人。3は鳥とも読むので鳥からのドリーです。ゾロの前に現れた死神デッドリーハンター、死の狩人は何者でしょうか。その前にゾロと死神といえば、これはこちらの動画で考えたゾロには常に死がつきまとう下月の伏線でしょう。下月の伏線はこのように考えました。こちらです。下月の伏線です。僕が考える下月の伏線のスタートは84話。84話の話数の語呂合わせは半死。半死です。タイトルもゾンビ。ここでは半死のゾロが立ち上がっています。つまりゾロとゾンビのイメージがここで追加されました。次の下月の伏線は462話。話数の語呂合わせは下月。下月です。462話では下月龍馬のゾンビとブルックが戦っていましたが、ここでゾロと龍馬が出会い戦闘を開始しています。この勝負はゾロがなかったことにして、その後96巻 SBS で小田先生は下月村の出身のゾロの血統が下月の遠い血縁であると匂わせをしています。そしてこちらの動画で考えたように、下月龍馬や下月牛丸はかつて狐火流を使っており、それをゾロが盗んだと考えています。こちらで考えた84話半死。タイトルはゾンビでゾロは俺の命は死神でも取れねえぞと言っていますから、この84話と繋がっていそうです。84話ではタコの巨人ハッちゃんと対戦しています。タコといえばこちらの動画で考えたゾロが放った大技猿王三刀流。一百三条飛龍地獄の元ネタは江戸時代のシュールな漫画一百三条芋地獄だと考えました。この漫画には天外大王という閻魔大王の座を狙っているタコが登場していますから、ここと繋がるならゾロが持つ妖刀閻魔から現れた幻覚なのでしょうか。
もしくは鬼ヶ島とスリラーバークは表裏一体だと考えてきていますから、443話でブルックが言っていた黄泉の国が比喩ではなく本当に存在するなら、命が燃え尽きそうなゾロの元へ本物の死神が現れたのでしょうか。そんなゾロの元へはフランキーが向かっていますから、命が燃え尽きそうなゾロの意識をフランキーが呼び戻すのでしょうか。それともそのままの見た目通りブルックをゾロは見間違えているのか、あるいは鎌を持つ人斬り鎌蔵ことキラーをゾロが薬の副作用で見間違えているのでしょうか。これが1038話の話数の語呂合わせ4つ目、問う作用でしょう。8は8日のようです。いずれにせよ薬の副作用、その痛みを問われるゾロは現在死の淵をさまよっていそうです。これらは薬の副作用の恐ろしさを死神で表現しているのでしょう。となると、肉を食って超回復するルフィがますますおかしくなります。それはルフィの隠された能力が実は油ならばおかしくはありませんが、どうなんでしょうか。もちろんこれらはスリラーバーグでルフィの痛みを受け入れたあの時のゾロと重なります。何もなかった。場面は変わって1回天井裏のイゾウは110海賊団の集団を倒しますが、かなり負傷しています。そしてここでイゾウは CP0 の2人に遭遇。ドレイクと戦っていた CP0 はさすがに疲れたのかイゾウを見逃そうとしますが、ここでイゾウは、いや待てと CP0 を引き止めるイゾウがかっこいいぞ。小田先生のパターンは女性らしいキャラは男らしく描きます。しかし CP0 は2人いますから、どう考えてもイゾウ1人では苦戦するでしょうから、川松あたりが火星に来そうです。場面は変わって地下の武器庫に駆けつけたヤマト。黒ずみ家の怨念火前坊が爆弾に着火寸前のところをヤマトが爆弾を凍らせて間一髪着火を免れますが、火前坊はそのまま氷を溶かし始めます。これが1038話の話数の語呂合わせ5つ目、火の見役でしょう。火の見とは火事を発見したりその位置を見定める人で、ここでの火の見役はヤマトです。つまり火の見役火前坊 VS 火の見役のヤマトです。そんなヤマトは新技マホロバで火前坊に対抗。マホロバとは住みやすいところや理想郷という意味で、日本の和歌にはヤマトの国はマホロバという歌があります。つまりマホロバとは場所のことですから。これが1038話の話数の語呂合わせ6つ目、テイシャバでしょう。火前坊の目的地止まった位置とヤマトの理想郷マホロバという場所がかかっていそうです。しかし火前坊は手を生やし口から炎を吐きヤマトを攻撃します。場面は変わって再びライブフロア。4号ビッグマムの前にローとキッドは倒れ、ハートの海賊団もキッド海賊団も2人を攻撃するビッグマムにやめてくれとお願いすると、ビッグマムはローとキッドは部下に同情されてるのかと笑います。これが1038話の話数の語呂合わせ7つ目、哀れみやでしょう。そんなローとキッドを救おうとする部下たちですが、ビッグマムは雷技天満大自在天神を放ちます。これが1038話の話数の語呂合わせ8つ目、天の裁きでしょう。そしてビッグマムはローとキッドは倒したと考え、天を見上げてカイドウがいる屋上へ行こうとします。これも語呂合わせ天を見ればでしょう。しかしここでローはオペオペの覚醒技クロームを発動。アナスシージャによって巨大化したローの愛刀帰国をビッグマムの顔面に貫通させると、ショックビレで内部から衝撃波を浴びせます。そしてビッグマムが持つ剣はナポレオンですから、これは1805年にナポレオンのイギリス本土上陸の野望を砕いたトラファルガーの海戦と測っていそうです。フランス国民にとってこの敗北はトラウマとなり、ありえない敗北による衝撃をトラファルガーと表現するようになったそうです。4号ビッグマムを倒すのはトラファルガーローだと初めから設定されていたのでしょうか。さらにキッドも起き上がり、周りの鉄骨を磁石で集めて巨大な鉄の牛でビッグマムに猛アタック。そしてキッド子供はビッグマムお母さんをおいババアと呼んで、屋上には死んでも行かせねえとローとキッドの激アツなセリフが決まりました。これが1038話の話数の語呂合わせ9つ目、倒産話でしょう。ここでのキッドのセリフから分かるように、キッドはもう4個を倒して名を上げることではなく、ルフィという希望に絆を感じているようです。950話では一緒にカイドウと戦おうというルフィを断り、誰も信じないといった残虐な海賊キッドでしたが、戦いの中で見えない友情が生まれつつあります。これぞ少年ジャンプ。しかしキッドが放った鉄の牛は、もしかすると古代ギリシャの拷問器具パラリスのお牛がモチーフかもしれません。パラリスのお牛とは普通の拷問に飽きた古代ギリシャ王が新しい拷問器具を考えろと命令を出したところ作られた拷問器具で、それは中の空洞に人が入れる鉄の牛で、人を入れて火で炙ると悲鳴が牛の声になるという残虐な拷問器具です。さらに伝説では王は
じゃあお前試してみろとそれを作った男を虐殺しました。ここで考えたいのはこちらの1030は諸行無常の響きありの動画で考えたビッグマムは空島の黄金の鐘と表裏一体になる説です。空島で美しい黄金の鐘が鳴り響いたなら空を飛ぶ鬼ヶ島でビッグマムは阿鼻叫喚を上げて泣く。なぜならビッグマムの和の国での名前はおりん。リンリンとは鈴の音。そしてローが持つ刀は鬼が泣くと書いて帰国。そして阿鼻叫喚を上げるキッドの拷問器具パラリスの牛に似た鉄の牛となると次の1039話の話数の語呂合わせ予想2つ目はあれ叫ぶ。あれ叫ぶかもしれません。ビッグマムはホールケーキでもあれ叫んでいました。さらに次の1039話の話数の語呂合わせ予想3つ目は手が裂ける。手が裂ける。ビッグマムの手が裂けるのでしょうか。いや、手が裂けるとしたらキッドの方。キッドの左腕は機械ですから取れても問題がありません。キッドの左腕が取れてビッグマムに喉輪を仕掛けるかもしれません。なぜならワノ国編の戦いは基本的に相撲だからです。ルフィと浦島の戦いも相撲勝負。囚人採掘場でも大相撲インフェルノ。鬼ヶ島の戦いもビッグマム、ルフィ、キング、クイーンが鬼ヶ島から落下しています。それはいわば相撲ですから、キッドがビッグマムに左腕を取って喉輪で押し付けて攻撃する可能性は高いでしょう。この時、もしかしたら、キッドの覚醒技によって、ビッグマムは磁石になっており、鬼ヶ島の地下の爆弾も磁石でビッグマムにくっつき、大爆発する可能性もあるでしょう。その時、四皇ビッグマムは、あれ叫ぶ、阿鼻叫喚。そんな展開を考えてみました。本編の流れの考察は以上です。ちなみに扉絵では2時と4時がモンドールのブクブクの実で本の中に閉じ込められています。それをプリンが心配していますから扉絵の語呂合わせも哀れみやでしょう。そしてプリンは3時に惚れていますから3時にそっくりな2時や4時もおそらく助けるでしょう。続いては1037話でワノ国近海に現れたズニーシャについて少し考えましょう。1037話に登場した五老星は伝説の悪魔の実の存在について示唆しました。この悪魔の実をこちらの動画ではゴムゴムの実だと考えました。しかし皆さんと同じようにまず最初に疑ったのはズニーシャです。伝説の悪魔の実の話の背景にはズニーシャが描かれていたことから当然ズニーシャの可能性も考えました。ズニーシャについてはすでに他の方が本当はもともと人間ではないのか、いやもともと島ではないのか、いや古代兵器ではないのかなど様々な考察がされていますが、この中で僕が支持したい考察は島です。島が悪魔の実を食べたというパターン。ズニーシャへの考え方はシンプルです。NES ロビーに登場した CP9 のスパンダムの剣がゾウゾウの実パンクフリードならワノ国で CP0 の船を狙うズニーシャは島が悪魔の実を食べたという可能性。ゾウの実を食べた剣がパンクフリード、ゾウの実を食べた島がズニーシャという考え方です。ズニーシャは1000年も何も考えず海を歩き続けています。これは通常の生物なら精神がおかしくなるでしょう。しかしもともと島であったなら何も考えず海をさまようように歩き続けられそうです。1000年前ミンク族が住んでいた島に誰かがゾウゾウの悪魔の実を食べさせたとワンピースには物が悪魔の実を食べた事例がいくつか確認されています。犬犬の実、ダックスフンド、拳銃のラッスー、サラサラの実、アホロートル、有毒ガスのスマイリー、犬犬の実、タヌキ、茶釜の文福などです。これらのことから島が悪魔の実を食べていたとしてももはや不思議ではないでしょう。ポイントはワノ国に登場した文福です。これまで物に悪魔の実を食べさせる技術はベガパンクのみが実現できる技術かと思っていましたが、鎖国されたワノ国にも悪魔の実を食べた物が存在していたわけですから、遥か昔からそういった存在がいたことになり、1000年前に島が悪魔の実を食べていたとしてもおかしくはないでしょう。なぜならズニーシャの語呂合わせはズニーシャ。224話扉絵が島です。そして224話ではベラミーが空島など存在しないと笑っています。そしてビブルカードによればズニーシャの好物はわざわざ空島のリンゴと設定されています。空島のリンゴはエネルが食べていましたが、リンゴは悪魔の実のイメージもあります。そしてズニーシャが登場した1037話の語呂合わせは前回の動画で考えたように遠道です。遠道とは長い道のり。そして1月17日の時点でツイッターに投稿しましたが、1037話は537話に対応しているかもしれません。537話の話数の語呂合わせは小道もしくは小道です。537話の扉絵は空飛ぶ象の上でルフィたちが鍋をしています。
鍋はおでんのイメージでしょうか。周りには鳥が飛んでおり、光月家の家紋や光月時のイメージがあります。となると、もしかしたらズニーシャは空を飛ぶ。トリケラトプスの佐々木がヘリコプターのように飛んだなら、ズニーシャが鼻を回して空を飛んでももはや不思議ではありません。というよりも、ズニーシャの高度はレッドラインよりも高いですから、空を飛ぶ必要もなく、レッドラインを越えられる。もしも五老星が恐れる伝説の悪魔の実がズニーシャなら、五老星はレッドラインを越えられるズニーシャを恐れているかもしれません。これならばズニーシャはリバースマウンテンの逆側から越えて向こう側にある双子岬に到達してクジラのラブーンと遭遇できる。ズニーシャにあるクジラの木とクジラのラブーンが出会って双子岬が完成。このような考え方もできるでしょう。しかし五老星は悪魔の実の名前を隠蔽したと言っていますから、ズニーシャとの関係はわからないので、伝説の悪魔の実はルフィが持つゴムゴムの実だと考えました。ちなみにワノ国を取り囲むあの艦隊を指揮しているのは CP0 の下っ端になったスパンダムかもしれません。ロビンを確保したい CP9 と CP0 象つながりです。もしも艦隊にスパンダムが乗っていたなら、海列車でフランキーを吹っ飛ばしたスパンダムとは逆に、今度はズニーシャがスパンダムを海へ吹っ飛ばしてほしいところです。ズニーシャへの考え方は以上です。続いてはいつものように次号1039話の展開を話数の語呂合わせから考えていきましょう。今回の1038話の語呂合わせはあまりありませんでしたが、次の1039話は数多くの語呂合わせが可能な数字です。すでに考えたように1039話の話数の語呂合わせ予想1つ目は10作、つまり目論み戦略です。雷蔵の目論みの他にローとキッドが戦略を練ってビッグマムに最後の戦いを挑みそうです。そしてビッグマムは語呂合わせ予想2つ目で考えたようにあれ叫ぶのでしょうか。1039話の話数の語呂合わせ予想4つ目から6つ目は磁石、磁石、鉄柵、鉄柵、自作、自作という3つの語呂合わせはどうでしょうか。キッドが直々のみの磁石の能力で鉄柵をパンクロットン以上のものに自作したり、磁気の覚醒技で再びビッグマムを磁石化して大逆転するかもしれません。その時キッドは手が裂けるかもしれません。1039話の話数の語呂合わせ予想7つ目は入れる柵。入れる柵というのはどうでしょうか。ローの覚醒技クロームで遠距離からビッグマムにサクッと相当帰国を入れるのでしょうか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。